春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ごくシンプルなロックオンを実装してみようと思います。少し不便なロックオンつけてみた、ミニゲーム、その6。早速、つけてみましょう。1、ロックオンシステム。プレイヤーの向きをエネミーの方向に向くようにして、弾丸を当てやすくします。ETTTS キャラクターを開きます。タイマーを使ってロックオン中は、常にプレイヤーの向きをエネミーの方向に向くようにします。カスタムイベント EV ロックオンタイマーを作成します。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。カスタムイベント EV ロックオンタイマーにつなぎます。ファンクションネームにこの後作成する EV ロックオンを記述します。タイムを 0.01 にします。ルーピングを有効にします。0.01 秒おきに EV ロックオンが実行されるようになります。リターンバリューを右クリックして、変数へ昇格します。名前をロックオンタイマーにします。プレイヤーの向きをエネミーに固定します。カスタムイベント EV ロックオンを作成します。エネミータグがついているアクターをすべて取得します。Get All Actors with Tag ノードを配置します。カスタムイベント EV ロックオンにつなぎます。タグをエネミーにします。エネミーの数が0かどうかを判定します。Get All Actors with Tag ノードのアウトアクターズより、レンクスノードを配置します。レンクスノードより、イコールノードを配置します。下のピンを0にします。イコールノードより、ブランチノードを配置します。Get All Actors with Tag ノードにつなぎます。エネミーの数が0になると True に処理が流れます。検証用として、数を表示するようにします。プリントストリングノードを配置します。Get All Actors with Tag ノードにつなぎます。ブランチノードにつなぎます。レンクスノードをプリントストリングノードにつなぎます。エネミーの方向を取得します。Get Actor Location ノードを配置します。このノードはプレイヤーの位置です。すべてのエネミーアクターから、最初に取得したエネミーアクターの位置を取得します。Get All Actors with Tag ノードより、Get A Copy ノードを配置します。下のピンは0にします。Get A Copy ノードより、Get Actor Location ノードを配置します。このノードはエネミーの位置です。Handlook at Rotation ノードを配置します。Handlook at Rotation ノードは、スタート位置からターゲット位置までの回転を取得します。プレイヤーの位置をスタートにつなぎます。エネミーの位置をターゲットにつなぎます。エネミーが存在している場合、取得した回転をプレイヤーの回転に代入します。セットアクターローテーションノードを配置します。ブランチノードのホールズにつなぎます。ニューローテーションピンにエネミーの方向を取得をつなぎます。エネミーが存在していない場合、タイマーを停止します。変数ロックオンタイマー、ゲットノードを配置します。変数ロックオンタイマー、ゲットノードより、クリア&インバリデートタイマー by ハンドルノードを配置します。ブランチノードの True につなぎます。プレイヤーにロックオンの範囲を追加します。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をロックオンレンジにします。詳細パネル、形状、スフィアラディウスを800.0にします。ロックオンレンジにエネミーがオーバーラップするとロックオンが開始するようにします。ロックオンレンジを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。アザーアクターより、アクターハズタグノードを配置します。タグをエネミーにします。リターンバリューより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。ロックオンレンジにエネミーがオーバーラップすると True に処理が流れます。EV ロックオンタイマーを呼び出します。ブランチノードの True につなぎます。コンパイルして保存します。ちなみに、キャラクターに大きなコリジョンをつけるとかなり面倒くさいことになります。起動してみましょう。ロックオンレンジがプレイヤーのコリジョンとして反応してますね。ロックオンレンジの反応処理。ロックオンレンジがプレイヤーのコリジョンとして反応しないようにします。2の1、
コンポーネントタグ DTTTS キャラクターを開きます。ロックオンレンジを選択します。詳細パネルタグコンポーネントタグ図にエレメントを追加します。タグ名をロックオンレンジにします。コンパイルして保存します。次にロックオンレンジ判定。プレイヤーを判定しているすべての箇所でロックオンレンジ判定を追加します。DT プロジェクタイルエネミーを開きます。アザーコンプよりコンポーネントハズタグノードを配置します。タグ名をロックオンレンジにします。コンポーネントハズタグノードよりブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。ロックオンレンジがオーバーラップするとトゥルーに処理が流れます。フォールズに後ろの処理をつなぎます。コンパイルして保存します。DT ブレンドトリガーボリュームを開きます。同じようにロックオンレンジ判定を追加します。コンパイルして保存します。DT レベルリダイレクトを開きます。同じようにロックオンレンジ判定を追加します。コンパイルして保存します。DT イージースパイダーウェブを開きます。同じようにロックオンレンジ判定を追加します。コンパイルして保存します。DT イージースパイクを開きます。同じようにロックオンレンジ判定を追加します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。エネミーの数を取得してエネミーをロックオンしてますね。当てやすくなりましたね。エネミーの数が0になるとロックオンも外れましたね。一度ロックオンするとエネミーを倒すまでロックオンが外れない。ロックオン対象を切り替えられない。常に同じ順番でロックオンするという不便さがあります。この少し不便な操作は意外にも多くのメリットを生み出すことがあります。DTTTS キャラクターを開きます。検証用のプリントストリングノードは不要なので削除します。コンパイルして保存します。設定ファイル。ゲームの世界では不便さが単なるストレスではなく奥深さや面白さを生み出す要素になります。少し不便な操作にするメリットは没入感の向上。リアルな不便さがゲームの世界観を強化しより深い没入感を生みます。操作に少し手間がかかることでプレイヤーがゲームのシステムをより意識するようになります。緊張感とスリルの増加、ミスを誘発しやすい仕様が慎重なプレイを促しスリリングな体験を生み出します。戦闘や探索の際、完璧な操作ができないことで、より戦略的な判断が必要になります。達成感の強化、一定の不便さを乗り越えた時に、達成感がより大きくなります。高難易度のゲームでは、不便な操作が上達の指標となり、プレイヤーにやりがいを提供します。戦略的な思考を促進、直感的でない操作が、プレイヤーに新しい戦略を考えさせます。不便さを回避するために、事前の準備や慎重な判断が求められます。ゲームの個性や独自性、操作性の独自性が、そのゲームならではの特徴になり、印象に残ります。すべてのゲームが快適な操作性を目指すわけではなく、不便さがゲームデザインの一部になることもあります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。